どうも、サラリーマン投資家道則です。本日は世界の偉い方々の資産配分のベスト7選を紹介。株式のポートフォリオ、資産配分に迷った場合、いろんな国に投資してみたいとお考えの方はぜひ最後までご覧ください。私の保有している世界の ETF のリターン、リスクなどを紹介していますので、ぜひ一度覗いてみてやってください。チャンネル登録していただけると次の動画への励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。本日の動画の内容です。保有株式の値動きについて、世界の最適アセットアロケーション7選、株式のポートフォリオ最適解。それでは早速本題に入っていきましょう。今週の株価の動きです。3週連続で伸長しましたが、最終的に先週より少しだけ増えました。保有している15銘柄の運用額の合計は 21,224 ポンドとなり、23年3月投資以来の最高点を再び更新。前回より 0.4% プラスになり、94ポンド増えて、円換算してみると、1ポンドは 181.09 銭、約1万7000円増の結果で今週は終了しました。次に保有している各銘柄の詳細を見ていきましょう。それでは保有している ETF8 銘柄とアメリカ個別株7銘柄の運用成績です。まずは ETF8 銘柄ですが、アメリカ、欧州、日本は上がりましたが、インドのみ下落し、全体でプラス 2% 増、合計約5000円増えました。アメリカ個別株も2週連続で 11% 増加しましたので、巷で噂される24年は米国小型株が伸びるという予想の前触れでしょうか。1銘柄が 30% 以上上がりましたので、即売却し、ヨーロッパ ETF を買い増ししました。今週のまとめですが、ETF 成績は6勝2敗、アメリカ個別株は7勝0敗で、投資して以来初めてアメリカ個別株の成績が ETF を上回りました。このチャートは保有している株式の国別比率で、アメリカに 53%、インドに 23%、欧州に 14%、日本に 7%、その他となっています。こちらのグラフは国別の運用益の結果です。アメリカ、インド、欧州、日本、すべての地域で黒字化を達成しています。世界最大級の運用会社であるヴァンガードのレポート、ヴァンガードプリンシパルス・フォー・インベスティティング・サクセス。資産運用の結果は資産配分が 91% を占めるという研究結果が出ています。実際資産配分、ポートフォリオやアセットアロケーションについて周りを見渡してみると、いろんなご意見が溢れ返っています。一般的なのは、株式等のリスク資産と現金債券等のローリスク資産の割合は、100から年齢を引いた額をリスク資産へ投資。その他はローリスク資産というのが一般的です。また日本で有名なのは、海外株式 25%、海外債券 25%、日本株式 25%、日本債券 25% の資産配分となっています。世界中の偉い方々は、世界で有名な経済成長に連動する指標に分散投資するのが最も効率的と言っています。例えば株式市場主義のアメリカは、代表的な S&P500 と呼ばれる株式指数に連動する ETF。日本の代表的なポートフォリオは、日本株式と日本債券に投資を分ける。日本の主要企業の株式を対象とした指数。日本債券は、日本政府が発行する債券で安定した利回りが期待できます。中国で代表的なのは、上海証券取引総合指数に連動する ETF で、上海証券取引所総合指数は、中国の主要な株式市場の一つで、中国の経済成長に連動。ヨーロッパで代表的なものは、MSCI ヨーロッパと呼ばれる株式指数に連動する ETF。MSCI ヨーロッパは、ヨーロッパの主要な企業の株式を対象とした指数です。最後に新興国。新興国の代表的なポートフォリオは MSCI エマージングマーケットと呼ばれる株価指数に連動する ETF を購入。MSCI エマージングマーケットは新興国の主要な企業の株式を対象にした指数です。今日は歴代の偉い方々の推奨されるアセットアロケーション、ポートフォリオを参考にしながら地に足をつけた後悔のない投資ライフを目指していければと考えています。海外の資産運用サイトであるポートフォリオチャートで紹介されている世界的に有名なポートフォリオ7選について簡単に特徴や資産配分、リターン、リスク、シャープレシオについてチャートにまとめてみました。データ期間は1970年から2020年4月の過去50年間となっています。ポートフォリオが資産配分を国別や具体的な銘柄で考えるものである一方、アセットアロケーションは株式に何%、債券に何%などの商品のカテゴリーで資産の配分を見るという考え方なので、アセットアロケーションと呼ぶようにしておきます。チャートの真ん中に最も有名なアロケーションで、60-40があり、これが基本形です。左に行くほどハイリスク、ハイリターンの資産配分、右側はローリスク、ローリターンな銘柄になります。それでは基本モデルの60-40から内容を簡単に確認していきます。世界で最も歴史があり有名です。インデックス投資を世界で初めて開発したアメリカのヴァンガード社の創設者、ジャック・ボーグル氏が復旧させました。
世界株式と中期米国債に60、40の比率で投資するのが最も一般的です。米国の年金運用もこの比率とのことです。それではハイリスク側から順番に確認していきます。ハイリスクハイリターン第3位は、スウェンセン。イェール大学基金の最高投資責任者であり、27年間で10億ドルを239億ドルに増やしたデイビッド・スウェンセンが個人投資家向けとして提唱。不動産を多く組み入れているのが特徴です。特定の資産に 30% 以上投資しないことをお勧めしています。資産配分は世界株式に 15%、米国株式に 30%、新興国株式 5%、中期米国債 30%、不動産 20%、過去50年のリターンは 6.6%、リスク 11%、シャープレシオは 0.58 です。ハイリスクハイリターン第2位は、風車。幅広い資産クラスに投資するという目的のもと設計されていて、円グラフの見た目が風車のようであることからこう名付けられたそうです。株と不動産の比率を 65% と増加させ、代わりにキャッシュを保有することでリスクを整えています。世界株式に 15%、米国株式 15%、米国小型バリュー株式 10%、新興国株式 15%、中期米国債 15%、キャッシュ、現金 10%、不動産に 15%、金 10%、リターン 6.7%、リスク 10.9%、シャープレシオは 0.61 です。続いてハイリスクハイリターン第1位はリック・フェリー。ポートフォリオソリューションの創始者であるリック・フェリー氏は、著書 All About Asset Allocation の中で一番クラシックなものです。資産を分散させることでコストも高くなり、維持費が大変になると主張し、少数の優れた資産を保有することで投資効率が上がり、リターンも高くなるというコンセプトです。世界株式に 24%、米国株式に 48%、米国債券に 20%、不動産に 10%、リターンは 6.8%、リスク 13.2%、シャープレシオは 0.51。次に、ローリスク、ローリターン側を見ていきます。第3位は、オールシーズン。世界最大のヘッジ会社のブリッジウォーターの創始者、レイ・ダッシュ氏のオールウェザーポートフォリオを一般の投資家向けに簡素化したものです。経済を4局面、経済成長期、経済停滞期、インフレ期、デフレ期に大別し、どんな局面でも適用できるのがコンセプトです。世界株式に 30%、長期米国債 40%、中期米国債 15%、金 15%、リターンは 5.5%、リスク 7.9%、シャープレシオは 0.69 です。続いてローリスク第2位はラリー。バッキンガム・ストラテジック・ウェルスの代表ラリー・スウェドローが2014年に推奨。債券を 70% 組み入れることで全体のリスクを抑えながら、ハイリスク・ハイリターンの株式に投資することで、株式の値上がり益も狙える形です。米国小型バリュー株式 15%、世界小型バリュー株 7.5%、新興国株式 7.5%、中期米国債 70%、リターンは 5.3%、リスク 7.5%、シャープレシオは 0.70 です。最も硬いローリスク第1位は、パーマネント、永久、大統領候補にもなったハリー・ブラウン氏が、Fail Safe Investing Lifelong Financial Security in 30 Minutes で提唱。4つの資産を当分で保有し続けることで、どんな時にも対応できるとしています。キャッシュと債券で 50% を占めているため、同じ4資産に統配分しているので、リスクを格段に抑えるのがコンセプトです。世界株式に 25%、長期米国債 25%、キャッシュ 25%、金 25%、リターンは 5%、リスク 7%、シャープレシオは 0.71 となっています。保有しているアメリカナスダック100、インド ETF2 銘柄、EU の代表的な純資産額トップ3の ETF の成績チャートはこちら。過去5年間のリターン、リスクとシャープレシオをそれぞれ表示しています。そのシャープレシオって何ですか？シャープレシオとは、投資の効率性を表す指標で、投資リターンをリスクで割ることで算出できます。シャープレシオの数値が高ければ高いほど、リスクを抑えながら、高いリターンを獲得できる銘柄であることを示しています。それらを順番にまとめたチャートはこちら。成績順に、第4位がヨーロッパの代表的な MSCI ヨーロッパと呼ばれる株価指数に連動する ETF です。MSCI ヨーロッパは、ヨーロッパの主要な企業の株式を対象にした指数で、ヨーロッパの経済成長に連動しています。ヨーロッパに暮らしていても、覇気がないというか、あまりパッとはしませんが、過去5年間のリターンは 50%、ボラティリティ、変動リスクは 17%、シャープレシオは 0.49 でした。続いて第3位は、ヨーロッパの大きなコア企業に投資するヨーロッパ600、リターンは 51%、リスクは 18%、シャープレシオは 0.49。第2位は MSCI インディア、
新興国の代表的なポートフォリオとして MSCI エマージングマーケットと呼ばれる新興国の経済成長に連動する株価指数が有名ですが、こちらはインドのみですが、リターンは 68%、リスクは 20%、シャープレシオは 0.55 です。第1位はナスダック100、リターンは 155%、リスクは 26%、シャープレシオは非常に優秀で 0.78。巷ではナスダック100は先日も最高値を更新し、もうこれからは下落一方との噂も出ていますが、毎年の銘柄見直しの審査をパスした世界の精鋭集団たちなので、今後暴落はあるかもしれませんが、長期的には非常に有効な投資銘柄であることは変わりありませんので、これからも全力でバイアンドホールドを続けていきたいと思います。前回動画で各国 GDP の見通しをお話ししましたが、資産配分、アセットアロケーションが決まり、ポートフォリオを組むにあたり、いろんな国の株式に投資したい場合は、その国の GDP や人口はぜひ押さえておきたいポイントだと信じています。ポートフォリオはいろんなパターンがありすぎて、結局どれにすればよいのか迷いますので、まずは私が投資している国の23年と28年までの GDP と人口見通しをお話しします。このチャートは23年から28年までのアメリカ、EU、インド、日本の GDP の見通しになります。各データは IMF、国際通貨基金の調査結果に基づいています。GDP の単位は1000ビリオン US ダラーで、140円をかけてもらえば大体の兆円になります。2023年アメリカ 26.9、2028年は 32.7 で約 22% 増加、毎年約 4.4% 成長することになります。2023年 EU18.3、28年は 22.5 で約 23% 増加、毎年約 4.6% 成長します。2023年インド 3.7、28年は 5.9 で約 59% 増加、毎年約 12% 成長。アメリカや EU よりも3倍近く市場は成長する見通しです。2023年日本 4.2、2028年は 5.2 で約 24% 増加、毎年約 4.8% の成長。次に人口です。単位は億人。人口はインド以外の各地域はあまり変わらない予想です。ただし、インドは来年24年度に約 1.1 億人の人口増の見通し。これはほぼ日本の総人口 1.2 億に近い増加となります。5年後の28年には 1.6 億人、12% 増加する見通しです。私の場合は投資したい国をまず決めて、大枠はこちらのチャートのように、その国の GDP 比率でポートフォリオ内の投資配分になるように心がけています。仮に年間100万円投資できる場合の23年から28年までの各国への投資配分をチャートにまとめてみました。インドの比率が数%、毎年増加する傾向になります。ここに人口増加率を加味したのが右のチャートになりますが、5年スパンであればあまり変化は見られませんでした。毎年の投資配分の微調整は GDP 比率、人口増加率でリバランスして、できればインフレ率を見込んで 2-3% は積立額を増やすようにしていきます。この100万円の投資資金を捻出する方法や節約術は別の動画でまとめようと思っています。ちょっと待てよ。実際のあんたのポートフォリオはさっきアメリカ 53%、インド 21%、EU14%、日本 7% と、インドと EU の投資比率が逆転してしまっていますが、考えていることとやっていることが違ってませんか？現実まさにその通りで、毎月積み立て投資している中で、下がり続けてパッとしないヨーロッパ株を買い増しできず、上昇しそうなインド株を余分に購入してしまっていますが、長い目で見れば、アメリカに続きヨーロッパの代表的な MSCI ヨーロッパと未来エネルギー事業に投資していくべきだと思いますので、今後リバランスしていきます。それでは、本日の動画はこれでおしまいです。これからも応援してやろうという方は、チャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それでは次回動画でまたお会いしましょう。バイバイ。今日は最後までご覧いただきありがとうございました。次回動画でまたお会いできるようにチャンネル登録をぜひお願いしますね。